そうだ、牡蠣が食いたい。僕は思った。牡蠣が食いたいなら自分で作ればいいじゃないか。浜優、牡蠣養殖始めました。じゃあ今日はこの船で牡蠣養殖に使う船外機を取りに行きます。和船ですね。ちなみに機関部が船の外に出ているのが船外機、機関部が船の中に入っているのが船内機です。じゃあこの船買いました。今からのぼして掃除します。じゃあ船のぼしました。ごっついですよこれ。掃除するのも大変。一体何年プカプカと浮いていたんでしょうか。ワカメがたくさん、それからなんか牡蠣みたい、牡蠣かわかんないけど、なんだこれ。うわ掃除大変です。じゃあ掃除していきます。味すげえ。じゃあこれもらいます。持って帰ります。じゃあこんな感じで生まれ変わりました。ここのパンチングとかも剥がれて、穴もきれいに塞いでもらいました。トントントンと。で後ろ回りもきれいになって、ここにあったなんかもなくなってますね。Thank you。じゃあ今日はペンキを塗っていきたいと思います。じゃあこちら真っ黒ペンですね。でつけて、でぬりぬりしていきます。いやー、ぬりぬり楽しいです。で今日船外機つけてます。ターミネーターみたいでかっこいいですね。80馬力です。で今日はですね、大量の荷物が届きました。よいしょ。というわけでこれだけの大量の荷物が届きました。でこれ全部何かっていうと、牡蠣の養殖をするための、カゴの分解された道具です。で中身はこんな感じですね。よし、じゃあちょっと1個組み立てていきましょう。で1つのカゴを組み立てるのにこれだけ道具が必要で、カゴ部分と蓋とその他ですね。じゃあやっていきましょう。じゃあカゴ部分から組み立てていきます。これがね非常に硬い。で丸めてお尻で踏んで、反発する力がすごいんですよこれ。もうねすんごいイライラします正直。この穴にこのデポチンを入れてまっすぐはめてあげる。よし。で難しいのは2個目、下からこれ押し上げて入れてあげないとうまくいかないんですよ。じゃあ残りもやっていきます。硬いんだよな。これで丸は完成。で次蓋ですね。
下に先ほどのこれをはめていきます。もうね、外国製だからか分かんないんですけど、基本力技だと思ってください。ここにね、そんな技術は必要ないで、はめてどうするかっていうと、カチコンと、でこのようにはまっていれば OK で、反対も同じようにで、これで蓋が決まりました。でここからね、カキ入れたり出したりします。で次、ロープに引っ掛ける道具、ロープがこうあったらこうやって引っ掛ける道具をつけます。でこの穴に通していくんですけど、これも基本的に力技、こうやって曲げてこうやって力で入れます。はい。でここも力技、引っ張るだけで、最後にこちらが外れないようにここを通して、どうやってつけるかっていうと、パワーです。オーケーで、ようやく1個完成しました。これ125個作らないといけません。頑張って作っていきましょう。はい。で今制作途中です。それじゃあできたのを置いていきます。はい。というわけで日はまたぎましたが、なんとか100個完成してこのように盛れました。でこれまだほんの一部で、10月ぐらいにまた270個ぐらいね、追加で作らないといけないんですよ。それでもできるカキってたったの4万回ぐらいで、まだまだね、規模増やしていくなら作られていかないといけないです。結構ね、大変ですけど頑張っていきます。美味しいカキのためだ。はい。で中古で、こういういかりとかロープとか受けとかも買ってきました。安く譲っていただきました。もともとノリで使ってたやつですね。はい。それで場所変わりまして、こちら丸かごの中古をもらいに来ました。これにね、大きくなってきた頃にカキ吊るします。それにしてもいい景色だな、小豆島。綺麗。大量。はい。というわけで今日はですね、ようやくカキのこのなんていうのかな、道具セットを海に入れていきたいと思います。で明日カキの稚魚が来ますね。違いか、ようやくその時がやってきました。でこれがシーパーのロープです。でこちらの太いロープがフリップファームのロープですね。海じゃないかというかじゃあ行きましょう。
はい、それでは牡蠣養殖をするためのセットを海の中に入れていきたいと思います。どこでもやっていいわけじゃないので、しっかりと養殖区枠のいいところに兄貴にあてがってもらいます。そしたらロープの端をいかりにくくりつけて、でこのいかりを海に入れていきます。でこちらもいい角度にあてがって入れたら、次はですね兄貴の方に寄っていって、こちらシーパのカゴがかかるロープなんですけれども、これを伸ばして海の中に入れていきます。でこのロープがね黒いのがひっついてるからめちゃくちゃ引っかかって大変でした。で全部海の中に入れたら、反対側をですねフロートにくくります。これでフロートとフロートがつながりました。で最後のロープを入れて、最後にまたいかりも入れます。端もいかりにくくって、これもしっかりと角度を決めて入れていきます。で今回僕がする牡蠣養殖はシングルシード方式って言って、皆さんがよく知っている海の上にイカダを浮かべて、ロープにホタテの殻がついて、それに牡蠣の胞子がついて牡蠣がわっさーって育つような感じではなくて、海にロープを張って、そのロープにカゴをぶら下げて、その中で一個一個牡蠣をバラバラに養殖していきます。どっちがいいとかもなくて、本当に一長一短って感じですね。はい、というわけで翌日大量の牡蠣の違いが届きました。こんだけの数ですね。でそれぞれの種が違ってて、こっちが宮城系の種で、あっちが九州系の種なんですよ。ちょっとだけね種類っていうのかな、わかんないですけど、それが違います。で中身はこんな感じ。こちらがまず宮城系の違いですね。でめっちゃ大きいって思うかもしれませんが、ちょっと訳あってね、中間育成って言って、ある程度の大きさになるまで、よそで育ててもらってました。ここまで育ててくれたのは徳島の小松島で、ここまで育ってます。小豆島へいらっしゃい。でこちらが九州系の違いです。さっきのね牡蠣と違ってだいぶ黒いのが分かります。見た目はこんな感じで、粒も結構大きいんですよね。でもやっぱり育ちに差があるのか、どうしてもこういうちっこい牡蠣もあります。で両方とも海の株式会社さんで買いました。ありがとうございます。じゃあこれを今からカゴに入れて、浜湯ファームに入れていきたいと思います。はい、それでは牡蠣をですねいよいよバスケットに入れていきたいと思います。もうある程度の大きさまで育ってるんですけれども、このシングルシード方式の牡蠣っていうのは非常にね育つ大きさにばらつきがあって、結構この状態で混ざってるんですけど、さすがにこれ全部を一気に仕分けするってなるとかなりの時間がかかるので、この園芸用スコップですくって入れていきます。カゴを気持ち斜めにしてあげて、衝撃を和らげてあげるといったところでしょうか。で新たなカゴも取り出して、こちら外すのが大変なので、これもパワーで外して、カゴの中に入れていきます。はい、じゃあ全部牡蠣が入れ終わりました。だいたい100カゴぐらいですかね。じゃあこれ海入れいきたいと思います。それじゃあいよいよ浜湯ファームに田植えします。楽しみです。じ
じゃあいよいよ、牡蠣が入ったカゴを海の中に入れていきます。で前日の、動画になっていたやつと違って今回はフリップファームで、かけるタイプじゃなくて通して海に入れていくタイプです。だから端から一個一個全部通さないといけないので、この通し方が分からなくて最初は一個一個海に入れてやっていたんですけれども、ここで返すのも大変だということで、とりあえず海の上、船の上で全部通して、でもこれはパワーで持ち上げて後ろに下げていきます。もういいんじゃんもだいまっすぐなったほら。思ったよりも綺麗に入りました。ただ数は膨大なのでひたすらこの作業を繰り返していきます。これはいいんじゃない？みんながこっち行った方がええんちゃう？最初にこっちからこっちって行った方が。で今牡蠣を入れて1ヶ月経ったんですけれども、牡蠣はですね仕分けをしないといけなくて、でこういう感じで、大きいものを取っていってですね、小さいものはこっちに履かしていく。でなんでそうしないかといけないかっていうと、こういう大きな牡蠣が小さい中に入ってると、大きい牡蠣が同じ中で栄養を奪っちゃって小さい牡蠣がより育たなくなるんで、やっぱ大きい牡蠣と小さい牡蠣は選別してあげる必要があります。で仕分け作業も結構時間かかるんで、大変なんですけど、美味しい牡蠣作るために頑張っていきたいと思います。で皆さん夏に発売予定ですので楽しみにしておいてください。いやー僕も食べるのがまず楽しみですね。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。また夏にお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。